今日は鶏ささみのしそチーズ巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ささみのしそチーズ巻きを作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏ささみを使った簡単ヘルシーおかずをご紹介していきます。今回はですね、鶏ささみを開いてその中に大葉とチーズを入れてくるくる巻いて仕上げたいと思います。味付けはですね、しそチーズ、そして梅しそチーズ、こちら2種類作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、スライスチーズ、大葉、梅干し、薄力粉、塩コショウ、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。今回はチーズ巻きと梅しそチーズ巻き2種類作っていきたいと思います。こちらあとはね、アレンジで言うと柚子胡椒とかカレーパウダーを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。お好みでアレンジしてみてください。そして今回使うスライスチーズですね。こちらはとろけないタイプのスライスチーズを使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まず梅干しの種を取り除きます。梅干しの量もお好みで変えてください。あとね、チューブ状になってるものもあるのでそちらを使っていただいても大丈夫です。そしたらこちらを包丁で叩きます。はい、梅干しはこれで OK です。このように梅干しは叩いておきましょう。それでは続いて大葉です。大葉は茎の部分を重ねて、そして茎を切り落とします。大葉の準備は OK です。大葉はですね、さらに水で洗ってきちんとね、水分を拭き取っておいてください。続いてスライスチーズです。これを半分に切ります。こんな感じです。スライスチーズはこのように半分に切ってください。ではね、残りも半分に切っていきます。これね、スライスチーズ一度開けちゃうと結構柔らかくなっちゃうので、袋の上からやっていただくといいかなと思います。それでは続いてささみの筋取りをしていきます。筋取りをするときはフォークとあとはキッチンペーパーを使っていただくと簡単に取ることができます。まずですね、この筋ですね、この出てる部分をフォークの隙間に挟みます。そして飛び出た部分をキッチンペーパーで掴んでください。そしてこちらをですね、お互い反対側に引っ張り合います。はい、そうするとこのように簡単に筋取りすることができます。ではね、残りも同じように筋取りしていきます。はい、筋取りが終わりました。それではですね、こちらのささみ肉を今から開いていきます。このね、筋が入ってたところがちょっとくぼんでるので、そこに包丁を当てて、そして切れ込みを入れます。スーッと。そして開きましょう。全体の厚みがね、均一になるようにしてください。はい、こんな感じです。こうやってね、裂けちゃったものに関しても、この裂けた部分から包丁を入れて、分厚い方に包丁を入れたら、これをね、開きます。裂けてるものはね、こんな感じで開いていただくといいかなと思います。では残りも同じようにやっていきます。はい、このようにささみを開いてください。そうしましたら塩コショウで下味をつけます。裏面もつけましょう。はい、OK です。それでは今からね、くるくるしていきたいと思います。まずね、開いた方を表に向けてください。そしてここにまず大葉です。そしてスライスチーズを置きます。あとは手前からくるくる巻いていきます。きつめに巻いてください。はい、こんな感じです。続いて梅しそチーズです。こちらも同じように大葉を置きます。そしてここに叩いた梅干しを塗ります。そしてスライスチーズです。これをくるくる巻きましょう。はい、OK です。このように巻いてください。そしてね、先ほどもちょっとお伝えしたね、こちら裂けてるお肉ですね。この場合は裂けてる方を手前にしてください。そして大葉を乗せて、あとはチーズですね。そして裂けてる方からくるくる巻いていきましょう。はい、こんな感じ。そうするとね、裂けてる部分が内側になるので綺麗に巻くことができます。では同じように巻いていきます。はい、巻き終わりました。巻き終わったらですね、薄力粉を薄くまぶします。全体にまぶしてください。はい、OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷きます。
そして火にかけましょう。火加減は中火で、まずねフライパン全体に油を回します。油が回ったら火加減弱めの中火にしてください。そしてこちらお肉の巻き終わりを下にして焼いていきます。そしたらこのまま焼き色がつくまで焼いていきます。巻き終わりはね特にしっかりめに焼くようにしてください。はい、で巻き終わり部分に焼き色がついたら回転させます。こうやってね少し剥がれてきちゃったものに関しましてはちょっとねやけどしないように爪楊枝で刺しましょう。よいしょ、こんな感じ。これで押さえていきます。そして全体を焼いていきましょう。はい、で全面にね焼き色がついたらこちら分量外ですがだいたいね大さじ1/2ぐらいの水を入れます。そして蓋をして蒸し焼きします。この時ね火加減は弱火にしてください。だいたいね2分ぐらい蒸し焼きしてください。はい、2分経ったので蓋を開けます。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。きちんとねお肉に火が通ってれば OK です。そしたら火を止めます。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。ではお皿に盛りたいと思います。はい、これで鶏ささみのしそチーズ巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにチーズもたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。お肉もねとても柔らかい仕上がりになってます。そしてこのようにいい焼き色もついてます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まずしそチーズ味からいただきます。いただきます。お肉も柔らかくて、そしてしその香りがしっかりとしてすごく美味しいです。では梅しそチーズもいただきます。いただきます。梅しそチーズは梅の酸味が効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のささみのしそチーズ巻きのポイントです。今回はしそチーズとあとは梅しそチーズ、こちらの2種類作りました。その他にも柚子胡椒を入れたりとか、あとはカレーパウダーを入れたりとか、いろいろアレンジも楽しめると思います。ぜひお好みの味付けで作ってみてください。そしてささみの筋取りなんですが、キッチンペーパーとフォークを使っていただくととても簡単に取ることができます。ぜひこの方法でやってみてください。そしてその後ささみを開くんですけれども、開くときは真ん中のねその筋を取った部分がくぼんでいるので、そこに包丁の刃先を入れて、そして切れ込みを入れて開くようにしてください。そしてささみに下味をつけて、あとはくるくる巻くだけなのでとても簡単です。巻く時なんですが、裂けてしまったささみで巻く時は裂けてしまった部分を手前にして、そしてくるくる巻いてください。そうすると表面に裂けた部分が出てこないので、焼いててもねチーズがそこから飛び出ることなく綺麗に仕上げることができます。そして焼く時のポイントです。焼き色がついたら裏返すんですけれども、その時ね今回みたいに巻き終わりの部分がペロッと剥がれてしまった時はやけどしないようにようじで刺して補助していただけたらと思います。で全体に焼き色がついたら最後ね少しお水を入れて蒸し焼きしてください。そうするとね中までしっかりと火が通ります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ささみのしそチーズ巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。